高階の高子の最後。光る君へに学ぶ日本史。才女だが子育てには失敗。高階の高子は藤原道隆との娘貞子が一条天皇の中宮となったが、最後は一家が没落している。高階の高子の最後を詳しく見ていこう。高階の高子の青年は不詳だが、高階の成忠の娘として生まれている。高子は20歳の頃に父の勧めで延佑天皇の後宮に出仕している。和歌のみならず漢文にも才能を発揮した高子は本格的な文筆家で、少々の男性たちよりも優れていると評判となった。そして女官のナンバー3の地位である内侍の城に出世した高子は、高階の高を取って皇内侍と呼ばれた。そんな容姿端麗の才女を若い貴族たちが放っておくわけもなく、20歳の頃の道隆も高子にたびたび恋文を送った。小倉百人一首の有名な次の歌は、そんな道隆への高子の変化である。忘れじの行く末までは固ければ、今日限りの命ともがな。意味は、あなたは私のことをいつまでも忘れはしないよと約束してくださった。けれど恋は移ろいやすく、遠い行く末まで心変わりはしないとは限らない。いっそのこと、今この愛の言葉を伺った幸せのただ中で、今日を限りとして死んでしまいたいという内容である。高子の知性的でありながらも情熱的な性格が現れた歌である。高子の父成忠は後に一条天皇となる康仁親王の家庭教師を務めた赤学であったが、身分は高くない中流貴族であった。道隆には妻と長男の道頼もいたが、道隆は高子と大恋愛の末に結ばれている。高子は道隆との間に惟親、高家、龍縁、貞子、元子、頼子、四の君の三男四女の7人を立て続けに設けている。そのため高子が道隆の正妻となり、惟親が嫡男となった。そして身分の高くない高階家の人々が出世を遂げたが、それが公卿たちの反感を買うことになる。ところで道隆には若く美しい鯛の御方という将がいた。彼女は最初は父兼家の将であったが、藤原の靖子を産んだ。しかし兼家が死ぬと長男道隆の将となり、一女を産んでいる。鯛の御方が兼家との間に産んだ靖子もやがて母親似の美しく妖艶な女性に育ち、家定親王後の三条天皇に嫁ぐ。しかし靖子は若い貴族と不倫を重ね身ごもる。道長は靖子の妊娠を確かめるために彼女の胸を揉むと、父が道長の顔に飛び散ったという話が大鏡に書かれている。それはともかく、長女の貞子が一条天皇のもとに入内して中宮となると、
中関白家と呼ばれた道隆の一家は絶頂期を迎える。しかし道隆の出世とともに身分の高くない高階家の一族が勢力を伸ばすことを嫌った公卿たちも多かった。高子は一条天皇が文学好きなのを知ると、貞子のもとに清少納言や赤染右衛門などの優れた女房たちを揃えた。確かに高子は妻女であったが、親として子供たち、特に嫡男惟親に関しては猫可愛がりをしたようである。惟親は眉目秀麗で生意気だが両家のお坊ちゃんタイプで、女房たちにもモテたようである。清少納言は高子と道隆が惟親を連れて貞子のもとにたびたび訪れる様子を枕草子に記している。清少納言は年下の惟親から気のある素振りを見せられ、喜び感激している。貧しい頭領階級の娘として育った清少納言は、夢のような宮中での生活がずっと続いてほしいとも綴っている。兼家が逝去して道隆が関白となると、まだ21歳の惟親が内大臣に就任する。しかし中関白家の栄華はそれからわずか数年で終焉を迎えるのである。飲酒により持病の糖尿病を悪化させた道隆は重体に陥る。道隆は一条天皇に病の自分に代わり嫡男惟親を後継者にと願い出る。そのため一条天皇は道隆の病の間は惟親を関白に次ぐ内乱にするという宣旨を下そうとした。ところが高子の兄高階の信則は陰謀を巡らせて戦時の病官を病体に書き換えた。これだと道隆の病の間ではなく病に変えてということで、ずっと惟親が内乱を続けることが可能になる。やがて道隆に続いて藤原道兼も亡くなると、惟親は後継者として関白になることを朝廷に願い出た。しかしこの高階家の謀略を知った一条天皇と東三条院明子が惟親の関白就任を許さなかった。結局東三条院の裁定で道長が内乱となって新政権を発足させる。宮中では内大臣の惟親を飛び越えて道長が右大臣となって上座に座った。すると今まで下に見ていた8歳年上の叔父道長に見下されることが惟親には耐えられなかった。わがままに育った惟親はついに宮中で多くの人々がいる前で道長を罵ってその鬱憤をぶちまけている。高子に甘やかされて育てられた惟親は我慢することを知らない青年に育ったのである。この時点ではまだ一条天皇の中宮は惟親の妹貞子であった。もしも貞子が王子を産めば、まだ惟親が関白になれるチャンスは十分に残されていた。高子や貞子たちも惟親をなだめたであろうが、彼にはじっと耐えることができなかった。
それが関白の嫡男として甘やかされて育ったコレチカと、五男坊として期待もかけられずに苦労して育った道長との決定的な違いであった。コレチカは弟の高家となんと火山法王に矢を射るという不敬事件を起こしてしまうのである。当時の中関白家の人々にはすでに火山法王や一条天皇など皇室をも侮るような気質が蔓延していた。コレチカと高家には太宰府と出雲への入るという罪が言い渡されるが、実際には天皇や道長の恩情で播磨と丹波にとどめ置かれている。ところが高子が病だと知ったコレチカは流罪先の播磨を抜け出して都に舞い戻るのである。コレチカは中宮貞子のもとに隠れていたが、逃げきれずに検非石に発見されている。この時コレチカは出家姿の母高階の高子に付き添われて出頭した。今度は本当に太宰府に流罪されることになったコレチカに高子は付き添うと言って聞かなかった。一条天皇の命でコレチカと引き離された高島の高子はそれから間もなく逝去している。彼女の生き様を見ていると、妻女であっても子育ては別物なのかもしれない。中宮貞子はあまりのショックに一条天皇の子を宿しながら出家してしまう。一条天皇に呼び戻された貞子はこの後皇女と王子を出産するが、再び中関白家の春を呼び寄せることはできなかった。清少納言は枕草子に中関白家の華やかな時代については多くを記したが、その後の悲劇については一言も触れてはいない。